僕もぐったりだよ。プリン王国近いと思ってたけど結局数日かかったね。なはは。キリミちゃん王国を出るまでの間もシーズの困りごとにいっぱい出会ったしね。みんなあんなに困ってたんだな。お家のおかずが消えたりレシピが消えちゃったり。でもリミちゃんが全部解決したじゃないか。頼もしかったよ。本当に本当。僕みんなの役に立ててた。国の人たちありがとうって言ってたじゃん。ええ、あの感謝の言葉は心からのものだと私は感じましたよ。うんうん。最高にキリミちゃん王国のフラガリアって感じだった。めっちゃお役立ちだったよ、リミちゃん。そうかな。みんなが助けてくれたおかげありがとね。当然のことだよ。同じ赤の大陸のフラガリアなんだから。皆さんお疲れでしょう。今日は早めに休みましょうか。明日この王国をしっかり見て回るためにも。プリン王国では音楽家が消えてるって話だったよね。それってかなりヤバいよね。ええ。ハルリットはこの国に来るの初めてだよね。ああ、芸術がとても盛んな国と聞いてるよ。街は音楽にあふれ、絵描きや役者、ダンサーやパティシエ、あらゆる芸術を愛する人が集まる国だって。シーズが現れるまではそうでした。すべての人がのびのびと暮らす自由の国で。俺のイメージもそうだよ。なんて言ったってプリン様の国だもん。今はそんなに違うの？私もしばらく来ていなかったので。自分の目で確かめるのが一番だ。まずは明日に備えてもう寝よう。リミちゃん、今度は窓際のベッドがいいって言ってただろ。使っていいの？ありがとう。じゃあ俺はその隣って。そういえばプルースがいなくない？宿に着くなりどこかへ消えたけど。プリン様にご挨拶に行ったんじゃない？久しぶりの自分の国だもん。わかる。俺もリミちゃんがキリミ様とお別れ言ってるのを見て花ちゃんに会いたくなった。俺も寝る前にキティ様に手紙を書こう。何を考え込んでいるんです、メロルド。別にずっと馬車に揺られて疲れたなーって。御車席にいた誰かさんは僕よりもっと疲れてると思うけどね。プルースさん。時間がないな。プリン、君の大事なもの俺が必ず守るよ。フラガリアメモリーズ。ここ本当にポムポムプリン王国？楽器を弾いてる人も絵を描いてる人もいないよ。ほんとだ。自由の国だけにやらない自由もあるみたいな。おい、店の前で楽器弾かれちゃ困るんだよ。行った行った。あれ、なんか自由とは程遠い感じだね。あれ、う。前に来た時とそんなに違うのか？全然違うよ。前はさ、誰かが演奏してると知らない人が混ざって即席の演奏会が始まったりして。そうそう、すっごく活気があってみんな楽しそうで、僕プリン様が街でお昼寝してるのも見たもん。ベンチで寝てるプリン様を街の人がスケッチするんだよ。そうなのか。今はとてもそんな雰囲気には。ちょっと聞いてみようかな。すみません。はい。今日って音楽はお休みの日？みんなで静かにする日とかそういう感じ？音楽？音楽なんてもういいんです。音楽なんて。え？僕
通の質問だったと思うよ。俺もそう思う。音楽って言葉に怯えてたようだったけど。ねえ、あの行列なんだろ乗り合い馬車の停留所ですね。仕事場に行く方々の列だと思います。う。あんな浮かない顔でこれから働くの？もう丸一日働いた後みたいに疲れて見えるよ。確かに少し心配な雰囲気ですね。いい加減にしろ。音楽ってこっちは忘れたいんだよ。イクジラシめ、お前みたいなやつがこの国をこんな風にしたんだ。あ、ビリビリムードだ。大丈夫かな。どうする？止めに行く？待て、ブルースだ。二人ともやめるんだ。争い事なんて何も生まないよ。ブルース様。だけど僕は情けなくて、仲間を失ったのに何もできないなんて。それはフラガリアである俺の責任だ。歯がゆい思いをさせてごめん。でもそれを友達にぶつけないでほしい。どうかもう少しだけ我慢して。ブルース様、そうですよね。騒がせてすみませんでした。行こう。馬車が来た。ああ。ブルースさん、お疲れ様です。ああ、ロマリッシュ、ハルリットたちも。昨べは戻れなくてごめん。気にしないでくれ。だけどこの街の様子は、これもシーズの影響なのか？さっきの人たち仲間を失ったって。あの二人はね、町でも人気の楽団の一員だったんだ。だけど残りの団員たち、彼らはみんな行方不明なんだよ。シーズに消されたってことか。それが大きな事件なのはわかるけど、どうしてここまで。もう俺だけでは限界なんだ。みんなの力を貸してほしい。ブルース。人のいないところに場所を移そう。これまでに何があったのかを話すよ。ああ。ここがどんな国だったかはハルリットも聞いてるよね。うん。自由と芸術を愛する国だって。そう。王様であるプリンの好きなものをみんなが大事にしてた。芸術を愛する国っていうのも始まりは少し違ってね。例えば絵や音楽で自分を表現しようとすると、だんだん上手くならなくちゃ、評価されなくちゃってなるでしょ。わかる。人より上手くないならやってても意味ないかなとかさ、考え始めちゃうんだよね。だよね。でもここでは誰が何をしていようと否定しない。見かけたらすごいね、綺麗だねって声を掛け合って楽しむ。それがプリンの愛した自由。そんな空気に惹かれて集まった人たちが今のポムポムプリン王国を作ったんだ。へえ。プリンはお出かけが大好きだから、しょっちゅう街にも降りて当たり前にケーキ屋さんに寄ってその辺で食べたりしてた。だよね。僕が見たのもそんなプリン様だよ。シーズが出るようになったのはいつから？赤の大陸の中では早い方だと思う。イチゴの王様がいなくなってからそう時間は経ってなかった。初めは小さなものが消えたりするだけだったんですよね。うん、本当に小さなもの。絵を描くための木炭とかケーキの飾りとかね。でもだんだん大きくなっていって、特に狙われたのが楽器なんだ。楽器。俺はその度にシーズを浄化して消えたものを取り戻してきた。それが効いたのか一度は落ち着いたように思えたんだけど、半年ほど前一人の音楽家が姿を消した。シーズが人を消しちゃったの？リミちゃんちのおかずを消したみたいに？それからも何人もの音楽家が失踪した。同じ頃かなり大きなシーズが街に現れたんだ。
ふーん。浄化できたの？消えた人も戻ってきた。なんだ、浄化すると人も戻ってくるんだ。よかった。よかった。今いなくなっちゃってる人も戻ってくるってことっしょ。シーズを見つけて浄化すれば。戻ってきたのは消えたうちの何人かだけ。それとね。それと？何？戻ってきた人は音楽への情熱を失ってた。別人のようになってたんだ。そんな。街の様子が暗いのも納得だね。そんなことがあったらとても音楽を続けるなんてできない。音楽を聴くだけで恐怖が蘇る人もいるでしょその通りだよ。初めはみんなシーズンに負けまいと頑なに音楽を続けてた。でも一人また一人と消えて。運よく戻ってこられたとしても生きがいを忘れてると。本当は音楽をやめるようにフラガリアとしてお触れを出すべきなんだと思う。でも何よりも音楽を愛している人たちに対してそれは。ブルースさんはできることは全てしてきました。私たちもこの国のために力を尽くします。ありがとうハルリット。はい。俺とロマリッシュはキティ様のフラガリアが君が現れるのを待ち望んでいたんだよ。今のプリン王国は他の国の未来の姿かもしれない。この世界全体がいずれこんな風に、いやもっとひどいことになるかもしれない。誰かがその未来を変えるとしたらそれは俺たちフラガリアの役目だ。未来を変える。赤の大陸はようやく全てのフラガリアが揃いました。もしかしたら何かができるかもしれません。今までなら難しかった何かが。期待値マックスじゃんハルリット。ねえプルース、ちょっといい？シーズに消されて戻ってきたって人と話してみたいんだけど、どこに行けば会える？ああ、ちょうど彼の家に様子を見に行くところだよ。一緒に行こう。お邪魔でなければ私も。あんまり大人数で押しかけても悪いよね。リミちゃん、ハルリット、俺たちは引き続き街を見て回ろっか。だね。ああ。俺のんきだったんだな。キティ様のフラガリアになれてそれだけで誇らしくて。みんな最初はそうだって。そうだよ。ハルリットは浄化魔法も上手だし、僕の国のシーズンもいっぱい消してくれたじゃん。でも目の前のことしか見えてなかった。キティ様はこういうことを学ばせたかったんだな。元気出そうハルリット。あ、見て見て、屋台で可愛いカップケーキ売ってる。買って行ってみんなで食べるのよくない？賛成。甘いものは元気出るもんね。すみません、くださいな。どうぞお好きなのを選んでください。この芸術的に可愛いお菓子もいつシーズンに狙われるか。俺たちフラガリアでシーズを退治しに来たんだけど、それでちょっとは安心できたりしない？シーズが消えたところで何になるんです。失ったものは戻らない。この国はもう呪われてるんです。呪われてるだなんて、そんな。みんなすっかり諦めちゃってる感じだね。プリン様もどうしていらっしゃるか心配だ。国がここまで絶望してるとなると。きっとすごく心を痛めてるよね。プルースのことも気になるよ。
ロードが元気ないとなんで俺が代わってあげられないんだろうって辛くなるじゃん。そうだよな。音楽が聞こえる。ほんとだ、向こうの路地からかな。まだ諦めてない人がいるんだね。行ってみようよ。ねえねえ、弾いてる子たちすっごく楽しそう。聞きに来てる人もこんなにたくさん。やっぱりみんな音楽が恋しいんだよ。あの子たちもしかして兄弟？3人ともちょっと似てる。いいなあ、ウクレレとかあったら俺も参加するのにな。ウクレレはこの曲には合わないかもな。待てよ、この音楽を狙ってシーズが来るんじゃないか。そうじゃん、聞き入ってる場合じゃないよ。やめた方がいいよって言ってみる？それは俺が言うよ。ありがとう。プルース、ロマにメロルみんな、こんなに集まっては危険だ。離れて。音楽を楽しみたい気持ちは俺も同じだけど。名残惜しいとは思いますが、今はどうか。君たちもだよ。こんな往来で演奏したらシーズに狙ってくれと言っているようなもので。君は。大人は臆病すぎるよ。僕は父さんの分も音楽を続ける。ああ、この子たちか。あの音楽家のお子さんって。音楽をやめようとしないと家族の方が案じてらっしゃいましたね。だってやめて何になるの？みんな好きなことを奪われてゾンビみたいじゃん。もう少しだけ我慢してほしい。必ず国を元に戻すから。お父さんは帰ってきても音楽を忘れちゃってた。そんなの元に戻ったことにならないよ。そうだよね。あのさ。お兄ちゃん。男の子が消えた。ブルース、後ろシーズだ。あっという間に3人とも。俺のせいだ。音楽を我慢するよう俺がもっと強く言ってたら。今はそんなこと言ってる場合じゃなくない？これ以上あのシーズが暴れる前に浄化しないと。僕とサナでみんなを避難させる。みんな逃げるよ。できるだけ広い場所に。こっち、俺たちについてきて。皆さん安全なところへ行ったようです。オッケー。それにしても大きいシーズだな。どこから手をつけようか。何なんだこの音、頭に響く。あのシーズが発しているようです。全員で一気にやれば少しは効くかもね。やってみる？そうですね。ブルースさん大丈夫ですか？ああ、大丈夫。行くぞ。やはり浄化魔法が効かない。またこの音。ねえ、これ勘弁してほしいな。僕の耳人よりいいんだよね。ダメだ、聞いてない。当たってはいるのに。浄化魔法の効かないシーズが現れたってことか。そんなのどうやって倒せばいいんだ？多分効かないんじゃなくて僕たちの魔法が弱くなってるんじゃないかな。この音のせいでね。なんだって。そういうことか。